皆さんこんにちは。今日は皆さんに小さい子が話す日本語を聞いてもらいたいと思います。この子はみこちゃん、4歳です。私の姪の娘です。今日はみこちゃんと一緒にスーパーに行って、それからゼリーを作ります。超高級な美味しそうなゼリーが出来上がるので楽しみにしていてください。では聞いてみましょう。今日ゼリーを作りたいんですけど、何のゼリーがいいですか？なんかある？頭打ったよ。桃とか桃とマンゴーとかマンゴー全部入れようか。よし、じゃあ買い物行こうか。はい、スーパーに来ました。リンゴとリンゴですか？リンゴだね。リンゴだってリンゴ買ってみかんも買う。でみかんも買う。そんでスイカもあるし、これスイカゼリーやってみる？全部入れてみましょう。これ何？それはね、プラムだって。あ、プラム食べたことある。入れてみる？あ、いまいちかな。あんま好きじゃなかった。あんま好きじゃない。じゃあやめよう。じゃあパインは入れなくていい？いいよ。パイン好きだ。パイン入れようか。ちょっとだけ嫌いなんだよね。じゃあやめよう。じゃあ入れなくていいよ、無理しなくて。ちょっと嫌いなの？もしかしてピリピリする？なんかさ、メロン。メロン。いまいちだな。メロンも入れなくて大丈夫？よし、じゃあみかんだ。みこちゃんがパインをちょっとだけ嫌いな理由を知りたかったですね。子供が考えているときには待っていないといけないですよね。私たちみんなでいろいろ話しかけてしまって反省です。私はパイナップルやメロンを食べると舌がちょっとピリピリします。味は好きですが、そのピリピリする感じが嫌です。みこちゃんも同じ感じかなとちょっと思いました。みこちゃん桃好きなんだっけ？桃ですよ。どれにしよう、桃。それいいね。いいね。はい、ぶどうと桃も選べました。山梨県産のシャインマスカットが売っていました。マスカット好き。これはすごい美味しいからね、シャインマスカット。入らない。入らないね。いっぱい買ったね。さて、次はみかんの缶詰を探しに来ました。こういうのとか、それもいいね。大粒、これ大粒みかんだって。それこっちでか、もいいんじゃない？これがいい。これはね、みかんじゃないのわかる？これ桃？うん。これも桃じゃない？これも桃。そう、これが白い桃で、こっち黄色い桃なんだって。あ、食べたことある。ある？どうする？桃はでも買ったからね。みかんでいい。これかさっきのこっちの大きい粒のやつ、これにする？オッケー。セルフレジでお会計をします。こっちさすがよくご存知。はい。いった。これは戻せるか。では、いよいよゼリーを作ります。安というかありがとう。じゃあこれ洗い係お願いします。これ持ってきます。はい、お願いします。切っちゃっていいですか？はい、切っちゃってください。この時、私たち、ですますって話してますね。何かをお願いしたりする場面で、突然ですますを使うことも時々あります。うさぎみたいにさ。うさぎにしたかった？うさぎがいいか。うさぎはね、ちょっとゼリーに入らない。あ、入らない。そうなのよ。耳入ってるから。確かにでも面白いかもね。一個だけやってみるじゃん。やれる？チャレンジするね。チャレンジしてみて。うさぎ。
リンゴのうさぎはこれです。皆さんの国でもリンゴをうさぎにしますか？上手。本当？よっしゃー。嬉しい。でもこれ以上さ、うさぎにならないよ。うさぎにするのってコツがいるんだね。この、そう。よいしょ。切れましたね。これ出してますか、お母さん。いいな。小さいと大きいの。僕じゃそこだと指きたし、猫みたいにこうやってね。こういう感じ。猫？そう、猫ちゃんの指するのよ、切るとき。で、こうして、その辺ならいいかな。日本では包丁で切るときに猫の手にすると言います。こういう丸まった感じが猫の手です。こうすれば指の先を包丁で切ることがありません。絶対のことはお腹空いたよ。めっちゃ。この絶対の使い方はちょっとおかしいです。この絶対は I'm sure というような意味ですが、I'm sure I'm hungry と言ったらおかしいですよね。みこちゃんは絶対お腹が空いてると思うと私が言う場合には使えます。ただ、話している時にはこの程度の間違いは全然気にならないです。日本語を教える動画なので今指摘しているだけです。だから気にしないで皆さんもいろんな言葉を使ってみてくださいね。じゃあ、これぐらいどう？いいかな？いいかな？綺麗だね、綺麗、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。今なんて言ったかわかりましたか？冷たいって言ってましたね。うさぎちゃん。うさぎ、かわいい。かわいい、うれしい。入れんでない。このでかいやつならでかいのはこっちだね。ちょっと大きいリンゴがいい。なるほどね。そう。じゃあ分かってるよ。切ろうか？皮切らんでいい。皮食べないじゃん。食べちゃう。食べちゃった。正確には皮を切るじゃなくて皮を剥くですね。私も変な日本語を使ってますね。売り上げの状態がどうしよう。半数になるよ。じゃあ、それになるね。準備残さないと。半数じゃないよ。長す。長スポン？探していた言葉は多分長袖ですね。半袖はさっき使えていましたが、長袖は出てこなかったんですね。とっても面白いですね。Before we continue, let me tell you about my course. Ever wish to master perfect Japanese pronunciation and adopt a native accent? Well, we've got just the course for you, Japanese Phonetics with Fumi. In this course, we explore Japanese pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation through engaging video lessons. This course is designed for those who can read hiragana and katakana, as we don't use Romaji because Romaji interferes with your pronunciation. While beginners are welcome, having some prior Japanese knowledge can be helpful, especially when it comes to understanding pitch accents related to conjugations. But please don't worry, it's not too advanced for beginners and not too basic for advanced learners. As a bonus, you can download our Anki deck for Japanese listening practice videos on YouTube, including this one, complete with audio. The link is in the video description. Don't miss out on this opportunity to improve how you sound when speaking in Japanese. Join us today. 僕ともう手洗ったかな。もうすごい痛くない気分だった。触ってあげるよ、私が可愛い。じゃあ、これを。はい、溶かしていきます。これをもう固めていきます。溶かすじゃなくて固めるですね。逆でしたね。
では、冷やします。待ってる間は暇ですね。食べる時間です。味はどうでしょうか？美味しかったみたいです。よかったです。皆さん、小さい子のおしゃべりはいかがでしたか？間違いも時々ありますが、何も気にしないで話しているのがいいですね。こうやって子供は言葉を覚えていくんだなということが編集していてよくわかりました。みこちゃんのおかげでとてもいい勉強になりました。みこちゃん、どうもありがとう。では今日の動画はここまでです。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。ビールこれとか全部入れないんじゃない？いや、お茶の中にこっち置いて。